フルタウン廿日市。はい、この番組は日本一の移民の街から日本一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。この番組はアジアの未来、次世代の交流を支える亀のり財団の女性により放送しております。お相手はエイジアンの、栗林克之と多言語相談員ハグマです、こんにちは。はい、皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回で64回目の放送となりました。この後前半16時30分までは廿日市市国際交流協会のコーナー、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。はい、今回のスタジオはですね、なんとですね、ネパールからオシンファンデーションの、本田明美さんに来ていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、日本語学校の校長先生もされたりですね、さまざまな活動をされてですね、ということでですね、少しオシンファンデーションのこととかですね、ご自身の活動とか教えていただければと思います。はい、はい、私オシンファウンデーションから参りました本田明美と申します。出身は徳之島、そしてネパールで日本語学校をさせていただいております。現在は2拠点生活でネパールと日本を行き来し、そしてふるさと徳之島をですね、なんか地域で活動できないかということで、その日本とネパールの関係のこともさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。非常にですね、グローバルにローカルにね、動かれいろいろ活動されていることで、本当に今ですね、ネパール人ですね、広島も実はですね多くてですね、ネパールレストランやってる方もですね広島におられますし、インド料理店でもね実はですね結構ネパール人の人が、働いてて、私もね実はねネパールですね、もう30年ぐらい前ですけれど行ったことがありまして、ネパール料理ですね、桃とかですね、餃子とかですね、ダルバートっていうですね、豆のスープとかですね、実はね大好きなんですよ、ネパールですね。はい、ということでですね、広島にもですねゆかりもあるですね、ネパールの話ですね、いろいろ後半で聞いていきたいと思います。はい、それではですね、まずですねこのコーナーでお願いします。廿日市婚に咲くの共栄、廿日市でに争しえしょ。はい、ということでですね、廿日市国際交流協会廿日市インターナショナルアソシエーション、前半30分は国際交流協会よりお伝えします。2つのコーナーがあります。1つ目は外国人支援コーディネーターだより。はい、私も栗林さんもですね、このラジオパーソナリティであり外国人支援コーディネーターなんですが、多文化共生や在住外国人に関わる情報をお伝えいたします。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムコーナーです。国際交流協会の月刊解放誌ブロッサムからですね、特集記事イベント情報などをお伝えします。エンディングは世界の音楽を、お届けします。それではですね、多文化共生というですね私の作った曲をまず聴いていただければと思います。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。多文化共生、それは国籍や民族、言語、宗教、生活習慣、異なる文化的背景を持つ人々が互いの違いを尊重し合い、平等な立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力しながら豊かな社会を築いていくこと。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。
はい、オリジナルソング多文化共生マルチカルチャリズムを聴いていただきました。本田さんもですねAI で実は効果とか、ね、作られているということですね。そうですね。なんかちょっと最近趣味になってきました。はい、楽しいですよね。音楽が作られて素敵ですね。はい、ね、後半でね効果をね流してもらうんですけれど、歌も歌ってられるんじゃないですか。本当にですね日本語教育されてるとると思うんですけれど、やっぱりなんか言葉を伝える時ってですね、やっぱり音楽に乗せるっていうね、それで伝わるっていうことがあるなっていうのがなんか感じてましてですね、私もこの多文化共生の、定義っていうのをね国が定義してるんですけど、これをいつも読んでたんですけれど、読むより曲に載せた方がねいいかなと思ってですね、曲をつけてですね、多文化共生とはですねそれを違いをね壁ではなくてですね豊かさと捉える社会っていうね、そこがすごく気に入ってるフレーズなんですけれど、こんな感じで曲を作ってですねいつもラジオで流しております。ありがとうございます。次回から聞きたいと思います。はいですね。はい。ということでですね、多文化共生のことに関連なんですけど、まずはですね、多文化共生コーディネーターだよりということでですね、外国人支援コーディネーターですね、次8月20日17時より、東京ですね、広島のですね、東京からですね、これは失礼しました、広島の入管のですね、方からですねエイジアンでですね話があるというしていただけるということでですね、興味のある方は、エイジアンまでお問い合わせください。8月20日17時からです。外国人を支援しているですね専門家の方の、こちら勉強会になります。それではですね2番目ではですね熊本地震に関して、お伝えいたします。2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震で震度6強を観測しました、熊本県、八代市高善寺町では地域に暮らすベトナム人の農業実習生5人が倒壊した住宅に閉じ込められた90歳の一人暮らしの女性の救助に当たった、地元住民とともに、崩れた瓦礫を取り除き女性は無事に助けられた。実習生の一人は毎日会う隣のおばあさんが地震で大変なことになってたので無事に救出してあげたいと思っただけと語る。この出来事はベトナム国メディアや日本の報道機関に広く伝われたということで、あとですね、非常にこれ日本の方々とですね一緒にですね、協力し合ったというニュースなんですけれども、残念なことですね今回の熊本地震でベトナム実習生もですね一人ですね亡くなられたということでした。はい、これ栗林さんこのニュースとかって聞かれて、もちろんね熊本のね、でボランティアグループもいますからね、それと連携しながらできることはないかなと思ってる。そうですね、本当にこういうことでもね他の国とかでもありますけれど日本の救助チームがいてですねネパールでも大きな地震がかつてありましたね。はい、JICA とかですね日本のチームとかも行ったと思うんですけど、やっぱり困った時にはもう国の国境を越えて助け合うっていうのがね、はいで本当にこれ私も、災害ボランティアで石川県、能登半島に行ってたんですけど、そこでもですねベトナム人とかブラジル人の若者たちがですね、日本人と一緒になってですね災害復旧活動してたりとかですね実はですねそういうことも、聞きました。ということでいろいろですね国を越えてこういう多文化共生しながら活動していくことっていうね非常にいいことかなと思いました。私らもねやっぱり被災地にはやっぱりどこも行ってきたんですけどもね、やっぱり外国人がこの関連死が日本人の倍ということもね、言われてた。それは本当に残念でならないわけですよ。だから熊本も10年前も行ったんですけどね、やっぱりいろんな言語をね翻訳をして初めてね中身が分かってくれたらしいですよ。熊本から国際交流協会の方からいろんな情報来てるんですけど、やっぱり10年前に地震があって、それからさまざまなですね、もちろん足りないところもあると思うんですけれど、多言語情報とかですね、避難所に多言語の通訳を配置したりとか、さまざまな活動がですねされてるっていうことを聞いております。はい、
それではですね、次のですね、ネパールに関する、お知らせを、したいと思います。はい、廿日市ではですね、けん玉の発祥地の廿日市市で開催される、ウッドワンけん玉ワールドカップ廿日市、2026年は11月21日土曜日、22日の日曜日の2日間、釧路のグローバルリゾート総合スポーツセンターで開催されます。世界中からけん玉のプレイヤーが集まり、入場観戦は無料です。実はこの舞台にですね、ネパールの子どもたちを招待しようというプロジェクトが動いておりまして、きっかけは関西学院の、学生たちがネパールで続けてきた日本語教室とけん玉普及の活動でした。現地で日本語やけん玉に親しんでいた子どもたちに本場廿日市でワールドカップを体験してほしい、そんな思いから、学生が呼びかけたクラウドファンディング、ネパールの子どもたちをけん玉ワールドカップへが立ち上がりました。目標金額80万円に達してですね、先日達したんですけれど、89人の方がですね応援して、応援コメントには廿日市で会いましょう、一緒に楽しましょうといった声が並んでいるということでですね、本当に廿日市の方々も応援してですね、ネパールの子どもたちが、来てくれるということで、はい、ぜひですね前夜祭も行われますので、みんな温かく、迎えてあげてくださいっていうことなんですけど、本田さんもこれねちょっとそうですね、はい、実はかなり関わってるんですけど関西学院大学の方がネパールに来られた時に一緒に交流してますし、でその後実際にこのけん玉の、大会にも今回来る前に参加させていただき、はい、うちの学校でも始めなきゃなと思っていたところです、はい、はい、クラウドファンディングにもちょっと多少なりともちょっと、はい、援助させていただきました。はい、楽しみです。はい、ネパールでちょっとけん玉って珍しいですよね。あんまりそういう遊びっていうのがこう。そうですね、手を使ってする遊びっていうのはないですね。通常のバドミントンだったりとか、卓球などのような感じですので、オシンファンデーションの学生さんも見られてどんなこと学生たちは実際に行かなかったんですが、私はちょっと呼ばれて招待されて行きましたが、やっぱりあれっていろいろ頭脳も使うし、運動能力もいるし、今後は廿日市でけん玉を買って帰りたいと思います。ぜひぜひですね、けん玉普及してもらえたらと思います。はい、はい、ということでですね、楽しみにしたいと思います。はい、それではですね、次ですね、次のコーナー、ニュースレター廿日市ブロッサムということで、このコーナーでは廿日市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムからイベント情報をお伝えいたします。こちらですね、毎月発行しております国際交流協会の広報誌ブロッサムです。ぜひ手に取って、見てみてください。こちらのですね、今日はですね、こちらの中からですね、優しい日本語版でですね、外国人のインタビューということで、ニュージーランド出身でですね、2023年1月から来日されてます、ジーン・ルック・サーバントさんの、記事を優しい日本語でお伝えしたいと思います。はい、日本に来た理由、日本のイメージということで彼はこう言っています。家族と一緒に日本で暮らしてみたいと思い来日しました。妻は広島出身です。家族は廿日市に住んでいます。日本に来る前は食べ物が美味しく、歴史や文化が深い国、山が多い国、そして地震が多い国というイメージがありました。それで日本での生活ということで、日本では、思ってたよりは地震が少ないと驚きました。また丁寧な挨拶の仕方や握手ハグをあまりしない文化も新しく感じました。広島や山口のキャンプ場が大好きで、日本の食べ物のほとんど美味しいと思っています。夏の暑さと湿気はとても大変です。また手続きの書類が多いことも難しいですが、妻が手伝ってくれています。ある日財布を道に落としてしまいましたが、誰かが安全なところに置いていてくれて、中身もなくなっていませんでした。日本人の正直さにとても感動しましたということです。はい、本田さんもね、ネパールに行かれて
久しぶりに日本に帰ってくると暑いとやっぱり湿気のそうですね、今回広島に来てさらに暑さを実感した次第です、ちょっと違うなということを感じております。ネパールの方が涼しくってからりとしてるっていう感じですかね。そうですね、今はちょっと雨が降ってたりしますが、はいネパールの方がまだ過ごしやすいと思ってますはいニュージーランドもですね非常にからりとした国ですね、廿日市と姉妹都市を結んでましてですね、はい昔から、交流も、交流があるんですね、たくさんあるというですね、実はまだ行ったことがないんですけどいい国と聞いております。はい、それではですね、続きですね、ジーンさんからですね、廿日市の皆さんへということで、廿日市の皆さんがとても親切で温かいと感じています。日本では嫌な経験はなく、いつも丁寧に迎えられて感謝しています。日本でしたいこと、いつか北海道の小樽に行きたいと思っています。小樽は彼のふるさとダニーデンの姉妹都市でもありますで、遠くてすぐには行けませんがいつか必ず行きたいと考えています。国際交流興味がある人へのメッセージ、ぜひ参加してみてください。世界が広がります。新しいことは怖いと思うこともありますが、とてもいい経験になると信じていますということで、はい、メッセージを読みました。本当にですね、新しいことにちょっとね取り組むときってハードルが高いこともあるんですけど、ぜひですね、飛び込んでみてくださいということでした。はい、それではですね、次のですね、お便りコーナー、情報コーナーに行きたいと思います。まずですね、情報紹介でですね、JICA 海外協力隊の、募集が始まります。もうすぐですね、このですね、秋募集が9月2日から10月2日まであります。そのですね、9月6日にですね、説明会が広島で14時から16時、ALLA 館6階ルーム2でですね行われます。私も応援に行けたら行こうと思ってるんですけど、JICA 協力隊に本当にいろんな OB の方がね来てですね、体験談とかですね、個別相談、に乗ってくれます。もちろん将来参加してみたいとかちょっと興味があるっていう方でもですね、歓迎ですので、ぜひもう中学生でもですね、小学生でも大学生でも誰でもですね、来れます。シニアの方も69歳まで、参加できますので、ぜひ、来てもらえたらと思います。はい、もう一つの情報です。多文化共生オンラインセミナーですね。これですね。はい。オンラインでありますので、どなたでも参加できます。神奈川国際交流協会が、行いまして、私も申し込んでるんですけれど、私たち一人一人が担う多様性豊かな社会とはということでですね、8月25日18時30分から20時、9月26日土曜日10時半から12時ですね。はい、セミナー1、セミナー2とありますので、ぜひですね、参加してもらえればと思います。はい。これですね、定員、ズームでですね、定員が120名、参加費無料となっております。お早めにご登録ください。はい。金沢国際交流財団、金沢国際交流財団の多文化共生セミナーです。ホームページ等からですね、申し込んでいただければと思います。はい、あとですね、次ですね、広島、国際課さんよりですね、外国人生活環境調査にご協力くださいとですね、来ております。こちら今ですね、YouTube では QR コードが、示されております。こちら多言語で、QR でアンケートに答えることができます。ホームページでもですね、見れますのでですね、広島県に住んでいる外国人の皆様、外国人生活環境調査にご協力くださいということで、こちらですね、8月1日から12月31日までなんですけれど、広島県では外国人の皆さんが広島県に住んでよかったと思うことができる環境を作るため、県内で暮らしている皆様にアンケートを行います。ご協力お願いしますということでですね、こちらも、広島県国際課のホームページから、はい、アクセスできますし、QR コードで YouTube でも示しておりますので、多言語で
できます。優しい日本語もありますので、ぜひご協力お願いします。はい、はい、ということなんですが、はい、栗林さんもこれどうですかね、オンラインとかこれまだ申し込みはまだしてないんですけどね。ぜひね良さそうですね、これね。そうですね、タイトルもですね、いろんなね専門家がここはね対応してるでしょ。はい、なんかね、そうですね。素晴らしいですね。でセミナー1はね、外国人と共に生きる私たちのこれから。でこれ兄さんっていうですね、外国人支援のもうベテランですね。東京でシンガというですね、はい、NPO をされてる方なんですけど、その方ですね、お話がもう上手ですし、あとセミナー2はですね、日本人も移民だった移動の歴史から考える多文化共生ということでですね、それが興味があるわですね。はい、本当にですね、日本人もですね、私もまあ中南米とか行ってたんですけど、日系人、広島海も大きいですし、もちろん沖縄ね、もうたくさん移民が方がいますし、そういう方々がですね、今も昔もですね、そういうつながってるということでですね、こういう話ですね、ぜひぜひオンラインですので、聞いてみていただければと思います。はい、ということでですね、はい、時間もですね、そろそろ私の担当する時間もいよいよ終わりに近づいてきました。今回お届けしました内容を含め、毎月発行する開放誌ブロッサム廿日市はここ FM 廿日市の情報コーナーや各市民センターに置いてあります。どうぞ手に取ってご覧ください。最後にお伝えしました内容の申し込みやお問い合わせ先をご案内します。廿日市市国際交流協会電話 082920-0116 火曜日から土曜日9時から17時となっています。どうぞお問い合わせや皆様のイベントの参加をお待ちしております。ということでですね、